はいどうも、マフィア梶田です。今回は品質と誠実の同人誌印刷所緑洋社さんにお邪魔しております。そしてこちらにいらっしゃるのが、はい、今回黄昏の王国を担当させていただきました緑洋社営業部長の神保と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうなんです。皆さん、緑洋社さんにはですね、こちらの黄昏の王国フェイトグランドオーダーのオベロンをデザインされた海野千佳先生の同人誌、こちらの印刷をお願いしたんですね。はい、はい、そしてですね、今回はあと2人ゲストがいらっしゃっております。まずはおなじみこの方、海野天帝こんにちは。緑洋社さんにお邪魔しております。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一人、今回なんとメディア初露出声のみとなります黄昏の王国のデザイナーである岡内さんにもいらっしゃっていただきました。こんにちは、デザイナーの岡内と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということでね、今回は画面外にもいろいろスタッフが集まってるんですけれども、黄昏の王国、制作メンバー勢ぞろいで緑洋社取材に伺わせていただきました。いやー、本当にこのような取材を許可いただきありがとうございます。やはりファンの注目度が非常に高いので、はい、その緑洋社さんって昔から品質と誠実って言われているように、結構同人誌印刷所の中でもハイエンドな会社だと伺ってるんですよ。なので皆さんなんか同人誌やられている方、憧れの会社であるという話を伺っていて、それは海野さんも例外ではなかったんですよね。はい、同人誌の作家さんで綺麗で難しい印刷の表紙をしている方は、奥付けを見ると緑洋社さんって書いてあることが多かったので憧れでした。おー、とのことですが、ありがとうございます。で今回はですね、20何年ぶりかにお願い、23年か4年ぶりかに、23年か4年ぶりかに、はい、再び同人活動を復活し、はい、そして緑洋社さんにお願いしたという本がこちらになるんですね。はい、それでは早速取材に入っていきたいと思います。はい、ということで社屋の2階部分にお邪魔しております。そしてこちらが受付担当のお猿さんです。可愛らしいですね。で伺ったところによると、こちらの社長さんのお名前がマサルとおっしゃるそうで、だからお猿アットホームないい会社ですね。はい、ということでね、こちらなんですけれども、部署で一体どのようなことを担当されているのか伺ってもよろしいですか。はい、こちらの手前の方が営業とデザイナーの部署になりまして、営業の方はお客様からの問い合わせとか、今回みたいな特殊な想定とかのご相談を受けたまわったりとか、そういうことをしている。いや、お世話になりました。皆さんありがとうございます。それで、奥の方、この辺ぐらいまで来ていただいて、あとは総務関係と、はい、あと印刷の工程を決める工務ですね。印刷の工程を決める、どの印刷機にするかとか。印刷機って、はい、そんな厳密に振り分けてるんですか。何をやるやつ。そうですね、ボリュームによっても振り分けてますし、あと納期によっても振り分けてますし、この納期でできるかっていうのもここで計算して。ちなみに黄昏の王国、随分とご無理をおかけしたと思うんですけれども大丈夫ですか。大丈夫です。てんやわんやになりました。やっぱり印刷機ちょっとだけですってよ、海野先生。大変お世話になりました。大感謝しております。ありがとうございます。じゃあお次の場所行ってみましょうかね。はい。はい、こちらまた別途にお伺いしたんですけれども、こちらの機械はどんな作業をされるものなのか説明していただいてもよろしいですか。こちらの機械は印刷用のアルミの版を出力する機械になります。アルミの版を出力する、はい、このマグナスプレートセッターっていうんですかね、はい、かっこいいですね。今回実際にこれ動かしていただけると聞いてるんですけれども、
実際に動くところを見せていただいてもよろしいですか？そこでレーザーでアルミの版の上に描画していく感じです。おお、コンベヤーが動き出しました。はい、でこの状態でまだうっすらとしか見えてないと思うんですけど、ああ、すごっ。角度によっては分かると思うんですけれども、うっすらもう印刷が出てます、これでここからここに入って、ここに現像液が入ってますので、ここで現像した後に、ガム液という傷がつかないための表面保護を施しています。こんなに大きな機械と思っていなかったので、ロボット工場みたいですね。すごいな。黄昏の王国一冊作るにもこんなでかい機械を何回も動かしてるってことですもんね。いや、時間かかりますよね、やっぱり。出てきた。現像されたものがこっちです。うわー、すごっ。いや、当たり前ですけれども、オフィスに置いてあるファックスとか印刷機とは全く違いますね。もう出てくる描画された絵の細かさのレベルが全然違いますね。そうですね。すげえ。でこれを何回繰り返すんですか？これは本文が今回カラー印刷なので、カラーって CMYK、青、赤、黄色、黒の4色で再現してますんで、当然版も4枚。じゃああと3枚出てくるわけですね。あと3枚出てくる。でここから出てきた版を使って、ようやく紙への印刷に入る。これを印刷機にセットして紙にインクを乗せていく。今回ですね、ちなみにこれ特別に動かしてくださったデモで動かしてくださっているんで、本番環境とは若干違うんですけれども、ほぼほぼ本番環境で動かしてる。実際の工程は同じですね。はい、というわけで CMYK の版が出たんですけれども、さあこちら触っちゃダメなんですよね。そうですね。指紋がついちゃうと、それがもう指紋がついちゃうともうそれだけで出ちゃう。ここでくしゃみとかしてしまったら、ここが使えなくなっちゃうんですか？ついちゃうのが悪いですよね。恐ろしい。指紋とかもダメですよね。基本的にこういう印刷面じゃないところに水がついて、描画されているところにインクがつく。この辺に油がついちゃうと、その水がまた弾かれちゃったりとかして、印刷結果が良くなくなっちゃう。そういうミスってたまにやっぱ出たりするんですか？一番多いのは、そういったミスよりもちょっと傷が入っちゃう。そうすると傷の跡が印刷に出ちゃう。なるほど、なるほどね。いや、じゃあ繊細なものですね。汚れないうちに運びましょうかね。はい、行ってみましょう。失礼します。広すごい紙の匂い、ものすごくいい香り、紙のこれが黄昏の王国を作ってくださっている機械ですか？今回のデモをする印刷機ですね。でここに版をセットして紙に印刷していくんですよね。先ほどの版って持ってきて一体どこにセッティング？そうですね。これから実際にセッティングするところをそこを見せていただける。じゃあ奥の方までどうぞ。すごっ。わありがとうございます。ここに今セッティングされてるんですね。版がセッティングされてる。版がここにセッティングされて、どういう仕組みでこれは全く見た目じゃわからない。実際に版をつけていただくところを見たいといただいて、今向こうの方で版を交換してるんですけど、順番に版交換していくんで、この後こちら他の色も交換します。先ほどの版ですね。そうですね。あちら先ほど出力した版になると思います。この音楽は吸ってる時流れるんですか？この音楽はですね、今版交換してますよっていうのを工場内にお知らせる。やっぱこのサイズの機械なんで、そこにいる人間とこっちにいる人間だと分かんないんですよ。何かこう事故とかトラブルが起きないように、これで今交換してますよ、近づかないでくださいっていうふうにサインをしてます。
この版ってアルミの使用回数に制限とか使用期限とかあるんですか？基本的には1回使っておしまい。1回使っておしまい。はあ。どうですか岡内さん、これ見てみて、こんなマシン俺初めて間近で見ましたけれども。インクに結構粘り気があってインクを鳴らしながら使わないといけないんですね。そうですね。季節によってやっぱ大きく影響を受けてしまうんですよ。夏場だったらインクが柔らかくなっちゃいますし、冬場だったらもうガチガチになっちゃうので。大体どれくらいのインク量を使うんですか？そうですね。繁忙期、例えばコミケットとかの場合、忙しい時だと、1日にやっぱりこの機械は1色3、4巻ぐらい使うかなっていう。3、4巻使う。後から紹介するこちらの機械は、本当に1日20巻ぐらいもう20巻使いまくるので。とんでもないコストっすね。こんなに手間暇かかってんだ。いやいやいや、興味深い。ありがとうございます。はい。じゃあ早速ちょっと今版交換したんでちょっと試し刷りをご覧になってください。楽しみだな。はい、これから試し刷りをしてくれるみたいなんですけれども、ここに流れてくるんですよね。お願いしてもよろしいですか？はい。おお、出てきた。やばっ。早い。面白い。下に出てる。こんなスピードでバンバン出てくる。現在これはですね、時速9000枚で印刷してます。時速9000枚？はい。1時間に9000枚印刷できるような再生数です。1時間に9000枚？はい、出ましたね。ここで全体の色味を計測器で測りながら、ここがちょっと薄いなと思ったらここを上げる。なるほど。ここがちょっと濃いなと思ったらここを下げるっていうふうな操作をします。1ミリのズレも許さない。リスのお腹の毛よりもずれないリスのお腹の毛。一番柔らかい細い毛でもすごいですね。ルーペで確認しながら。懐かしい。会社員の頃これで網を見てやってたので、そうですね。懐かしいです。デザイナー様だと。はい、デザイナーだから。この印刷の場合ちょっと難しいのは、今皆さん見ていただいたのってこの面だけだと思うんですけど、当然本として成立するためには表裏も合わせなきゃいけないんですよ。だからこう透かしてみて、透かした奥の十字がちゃんとこれと重なるかどうかっていうのを確認します。へえ。やっぱり印刷したらもうすぐ完成とはならないんですね。細かい微調整が必要なんです。面白い。今透かしてみて、裏側のトンボもぴったり合うんですね。そうですね。私これは知らなかったです。こちらも合わせないと製本した時にずれちゃうので。素晴らしい。今回使ったこの紙はどういうタイプなんですか？割と使いやすいタイプ。モンテションのちょっとモサモサしたような紙になりますので、比較的印刷適性は高いかなと思います。ただ紙を流すっていう風に流れになりますとちょっと難易度のある紙なので。なるほど。へえ、奥深いですね、紙の世界は。そんなに扱い違うんだ。確かにさっき拡大鏡で見たときに表面が毛羽立ってて、ちょっとなんか小動物みたいなモサモサ感が。この毛羽立った感じの紙が好きで、繊維に沿ってちょっとにじんじゃうぐらいでも大好きなんですけれど、今回のこういう風なスケッチのような感じですとか、あとはやっぱ作品のテーマでちょっとこう可愛らしくしたいなっていう、絵本っぽい感じにしたいなっていうのはこういうちょっと質感のある紙を選ばれるお客様が多いですね。ツイッターとかで読んだ人から意見をたくさんいただいたんですけれども、柔らかくって軽くてめくりやすいってみんなすごく言ってくれてたので、まだ仕組みがわからなくて、銅の版にインクがついて、でもすごいスピードで1時間に9000枚出てくるってどうやってるのかしら。ちょうどその説明をこの後近くでまたお見せしようと。すいません。いい質問ありがとうございます。じゃあそのあたり見せていただいてもよろしいですか？
さあこちらのマシンはどのような作業をするマシンなんですかね。はい、こちらのマシンはですね、先ほどは4色のインキ使ったんですけど、こちらは主に墨の本文の印刷になります。ああ、本文の印刷はこちらやるんですね。はい。なのでイメージといえば今回のオベロンの本でおまけ本みたいなあのを、はい、こちらの印刷機で製造します。なるほど、折り本なんかはそうですね。はい。曜日750オフセットプレス。7版ですか？そうです。はい。750ミリの、紙で幅ですね。はい。紙幅が750ミリが2度ついてるので、1、2がついてるので、この機械は752って呼ばれています。ああ、俺はてっきりエンジン積んでるのかな。うわー、これはもう男心がビンビンに刺激されましたね。なかなか機械の中に行ってないと思うんですけど。ギアだらけだ。やっぱ印刷機っていうのは、回転する機械なので、ギアが多いんですね。でさっき質問された、インキの供給ってどうやってるのっていうふうなご質問あったと思うんですけど、実はインキの供給はずっと行われてるんですね。行われていて、それがブランケットっていうゴムの胴に転写されることによって、紙と接触して印刷されるっていうふうな流れになります。じゃあ一回ゴムに印刷し、インクを乗せて、それを紙とゴムがくっついて印刷。この一巻きに一枚がこう。そうです。はい。丸めながら入れて。なるほど。じゃあ中のドラムはもっとこのギアよりはでっかいんですね。そうですね。大きいですね。わかりました。はい。こちらが。はい。いた。こちらがさっきのアルミの板と、これが青いのがそのゴムのブランケット胴というものです。すごいしっかり巻かれてる。これがゴムのブランケット胴で、ここにあるのが圧力をかける圧胴になります。すごい、ありがとうございます。すごい中身を見せてもらっちゃった。いや、面白い。いやー、すげえ。こちらのところで紙を積んで印刷してます。この機械は紙を一枚一枚ここの吸盤で吸い付いて流すんですけど、それが1枚じゃなくて 2枚いっちゃったりとか、逆に重すぎて1枚曲がんなくなっちゃったりするので、しっかりとこの紙積みの時にこうやって、風を入れますね。すごい。こういう風な感じで。これで紙が流れるっていう風な流れになりますね。さあ、それではこちらのエリアの説明をしていただいてもよろしいですか。そうですね。これからは製本の工程になります。それで、先ほど刷ったこの紙なんですけども、16ページ分ついてるんですけども、今回この紙が少し厚い紙なので、いつもなら16ページで折ってしまうんですけども、今回は8ページで8ページ単位で折るので、真ん中で切って8ページの単位にします。なるほどなるほど。この断裁機、大きな包丁みたいな、それがダーンって折れてくるので、かっこええ。私の実家がカバン製造業で、段ボールの裁断機があったんですけど、私指を落としたんですよ。子供の頃、母がこうガッチャンガッチャン手動だったんですけど、お母さんって言って指を落とされて、でもお母さんが指と私を持って病院に走ってってくっつきました。これにやられて、指お母さんが裸足で病院まで走ってってくれたのでくっつきました。海野先生の指って一度体から離れたことが離れました。昔紙屋の社長に指揃ってるうちはまだ半人前。じゃあ私一人前ですね。一人前ですね。じゃあ実際に切ってみましょうかね。
うわすごいこれ指どころか腕落ちるよこれ。これは怖いですね。ガッツの体験みたい。ねえ。すごい。すごいですね。この切れ味保つのに研いでるんですかこれ。研いでます。どうやったら研げるのこんなもの。専門の研ぎ屋さんに。専門の研ぎ屋さんがいる。出してますよね。ああ職人も職人が支えとるんですな。うわーすげえ。ちょっと。でこれで8ページ単位になってます。全部が全部マシンで自動化されてるわけじゃないんですね。そうですね。こうやって職人さんがちゃんと手で揃えて裁断してたんですね。すごい。いやすごいスピードですよ。すごいです。ああかっこええ。これ今ビシッと合った状態でもう裁断できたわけですもんね。そうですね。さっき位置合わせでトンボっていって、細い線があったじゃないですか。はいはいはい。その上を入れるとこういうふうにうっすら線の真ん中を切ったってことです。なるほどな。これ手を切らないように両手で操作しないと動かないようになっているんですね。押さないと片っぽだけだと。ああセキュリティがちゃんとついてる。ここに何かあると。お兄さん指全部揃ってます。よかったよかった。軍手してるから傷入ってたらどうしようと思って。うわーじゃあ安全にちゃんと配慮してやってるんですね。8ページ単位にしたものを、これが折り機になりますんで、これに積んで紙を折っていく工程です。この折り機でこの紙を折っていく。これ一枚一枚の作業なんですか。まとめて折る。1枚ずつ1枚ずつ折っていく。はい。俺も現代の印刷所のイメージって完全機械化されてるイメージだったんですけれども、やっぱり人間の力がこのクオリティを保証してるんですね。ちょっといいですか。ちょっと今気づいたんですけれども、オベロンの切れっ端がなんかこのマシンの各所を支えてるんですけど、これ何なんですか。これはまず最初にベルトコンベヤーで運ばれてきた後に、紙が入ってローラーがこう入っていくんですけど、ローラーの隙間をその本文と同じ厚さ分開けて輸送するっていう感じなんですけど、これがきつすぎたりするとそのローラー跡の原因になったりしますし、今度緩すぎると隙間が空きすぎるんで紙を持ってかなかったりするんですよ。それで本番の紙を挟むことによってその隙間分開いて紙を通しやすくするっていう感じで。これそういう理由で挟まれてるの見て、これよくいい笑顔でオベロンが挟まってるよ。ちょっとゆっくり流していきます。ゆっくり動かせるんです。紙がここから流れてくるんですけど、ここでもう入っていって、ゆっくりだ。でここで一旦ストッパーで一瞬止まった時に、ナイフでスポンといって落として吸い込まれて、でここにまたここでもう一発。おお綺麗だな。もう吸い込まれていっておるんですね。そうですね。でこの時に、折りながら検品作業をしたりとか、あと折りずれを、微調整で修正したりはするんですけど、ここに、流れてきた、サッシを、ここで揃えまして、この時は空気を、力強く持っちゃうと空気が入らないんで、サッシを軽く持って、そうです、軽く持って揃えて、で、こんな風にピタッと置いて、でこの後に、この木の板で要はこのバンドの傷を本身につけないためにやって、これでこういう感じで、なんかあれやね、めちゃめちゃ巨大なウエハースみたいなクッキークリームみたいなクリームがたっぷりアイスみたいですね。すげえ増量中です。すごい増量です。はい、というわけで今一連の流れを、黄昏の王国の一連の流れをデモで見せていただきましたけれども、
あくまでデモなんで本番の環境とは結構ちょっと違うんですよね。はい、なので皆さんのお手元に届く本についてはまた違う製本の仕方をされているということなので、そちらをご理解いただけますと幸いです。ここは先ほど印刷断裁折り作業を経て表紙と折らせていただいた本文を糊でくっつけて実際本の形にするっていう機械、製本機っていうのがここにあるんですけど、実際の本の形になったっていうやつがこれでございます。なんかこう感慨深いものがありますね。デモ版とはいえこうやって本になっていく過程を全部見せてもらえるとより一層愛着が深まるというか、いやありがとうございます。一冊作るにもこんな何台もの機械稼働してそれぞれでこんな丁寧にチェックしているとはやっぱ実際目の当たりにすると違いますね。はい、というわけで緑洋社さんをじっくりと見学させていただきました。おかげさまで取れ高バッチリです。いや本当にもうさまざまな工程を見せていただきましたけれども、どうでしょう、社会科見学みたいなこと聞きますけどどれが一番楽しかった？やっぱり裁断機ってすごいですね。かっこいいね。怖いのでゾゾってしながら見ました。どうでした岡内さんは？操作盤とか、あとダイヤルの部分がすごく面白くて、あそこで手作業で調整してるんだなって思いました。また機械の年代ごとにその UI ユーザーインターフェースの発展系も感じられて非常に興味深かったですね。いや本当に面白いもんたっぷりいただいたんですけれども、実はこの後もねちょっとお付き合いいただきます。今回の動画はここで一旦締めるんですけど、また次回の動画で、制作秘話対談編やりたいと思います。ぜひそちらの動画も楽しみにしていてください。それではマフィア会社の YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございまありがとうございまし。したた。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。